皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。今日は1月20日なんですが、昨日の朝うるさくて目が覚めました。私は1階で寝ているんですが、その部屋のすぐ上の2階は高校生の息子の部屋なんですね。で、その部屋のエアコンが古いんで、なんかどうもいつもそのエアコンの音がうるさいんですけど、昨日の朝はそこからゴーって感じの音がして、とうとうエアコンが壊れるんかなって思ったんです。で、壊れる前に最後にすごい音を立ててるんかなって。でも、その音がだんだん遠ざかっていったんで、これエアコンの音じゃないって気づきました。そしたら夫が、さっきからヘリが飛んでるねって話しかけてきて、それでヘリコプターの音だってわかりました。おとといの午後から隣の市で山火事が起きてるんですね。で、ニュースによると、おとといの午後1時ぐらいに消防に通報があったらしいです。消防っていうのは火事が起きた時に連絡するところです。消防車って皆さんもし聞いたことあれば、消防車は火を消す車ですよね。で、その火事が起きた時に電話するのはその消防車の消防です。ただその山火事は昨日、おとといのうちには消せなくて、夜は危ないから一旦消火活動をやめて、また朝から再開しています。なんで、多分今もバックグラウンドにヘリコプターの音が聞こえてるかもしれません。それはそういう消火活動が続いているからです。で、そういうこともあって今日は山火事についてお話ししたいと思います。今ここでどんな感じで消火活動をしているかということと、あと火事に関する表現とか、あと日本のその消防団っていうのがあるんですけど、そういうものについてお話ししたいと思います。ただもしあまりそういう話を聞きたくないという人は無理して聞かないでください。災害系の話って万が一ね、何かのトリガーになると良くないんで、そういう可能性があったら飛ばしちゃってください。で、来週は節分という日本の行事について話します。鬼とか出てくるんで楽しみにしていてください。はい。ということで、この先は、聞いても大丈夫という人だけでね、ちょっと行きましょう。で、今日もですね、朝6時半前からヘリの音がし始めました。で、山火事は、山の頂上、山の一番上あたりでの火事なんで、ヘリコプターで消火活動をしているようです。で、昨日も朝6時半ぐらいから暗くなる5時ぐらいまでヘリコプターの音がずっとしていました。で、今日は消防団の人たちも山に入っているようです。消防団っていうのは、半分公的な組織です。公的っていうのがつまり、例えば、半分自治体がやってるようなものですが、半分ボランティアみたいな感じです。消防署にいる消防士さんたちは、職業としての消防士です。で、彼らは公務員です。ですが、消防団っていうのは、地域の人で作る
団体です。で、火事ってすぐ駆けつけるのが大事なんで、いろんな地域に分団っていうのがあります。消防署のすごく小さいものみたいなものです。で、そこには、小さめの消防車が、配置されています。分団というのは、分けるに団体の団と書きます。その地域のボランティアの人たちが消火活動の練習をして、いざという時にそういう消防車とか、あとホースとかね、そういうのを使えるように訓練しています。で、日本の街を歩いていると、時々赤くて小さめの消防車が1台とか2台とか止まっている小さい建物を見るかもしれません。それぐらいの規模のものだと分断なのかなって思います。消防署っていうと結構ね、大きい消防車が何台も止まっています。あと救急車もね、止まってます。で、消防団なんですけど、特に田舎だと結構しっかりした組織になってます。でね、もし興味がある人は、はやぶさ消防団というドラマを見ると、どんなものかがよくわかります。そのドラマでは、東京に住んでいた小説家の主人公が、実家のお父さんが亡くなって、実家の家が空いたんで、そこに帰ることにするんですね。その東京の住んでた家は引き払って、もうそこを引っ越しして、もともと住んでたその田舎に戻ってくるわけです。で、そこで消防団に誘われます。で、主人公は最初は断るんです。忙しいからって。でも実際に消防団の人たちが火事を消している現場を見て、これは大事な仕事だ。自分もやらなきゃって参加することにします。結構面白いドラマで、消防団のこともよくわかるんでおすすめです。日本の田舎に住んで、その地域の人と知り合いたいとか、うまくやっていきたいって思うんだったらば、自治会への参加と、それから男性だったら、消防団への参加っていうのが、うまくやっていく近道かなっていうふうに思います。自治会っていうのは、町内会とも言うんですけど、その地域の人たちで作る、グループです。で、これについてはまた、ちょっと、いろいろね、一本ポッドキャストのエピソードになると思うんで、今度お話ししますね。で、そのね、自治会とか町内会は、むしろ入らないと、その地域での居心地が悪くなるようなものでもあったりします。都会だとそんなことはないのかもしれないですけど、田舎に行けば行くほど多分入っといた方がいいものですね。で、消防団っていうのは、そうではなくて、基本的には多分女性はまず誘われないです。消火活動をするものなので、そういう消火活動できそうな体をした男性で、一軒家に住んでいると誘われる可能性があります。なんでしょうね。マンションとか、アパートだと、あまりその地域との交流がないことが多い気がするんですけど、地域によります。違うかもしれません。でも、一軒家だとより隣近所との距離が近い感じがあって、で、そうすると、最初に割と仲良くなったような人が消防団に入っていると、きっと誘われるような気がします。で、消防団に入ると、消火に関わるいろんなことができるようになるんで、興味深いんじゃないかなと思います。ただ、団体活動が嫌いな人は、もしかすると向いてないかもしれないですね。多分ね、飲み会とかも多い団体なイメージがあります。
もし興味があったら、ぜひさっき紹介したはやぶさ消防団見てみてください。結構、現実に近いと思います。で、ドラマで消防団の人が着ている服があって、紺とオレンジの服なんですけど、あれ、多分日本全国同じデザインだと思います。なので、日本に住んでいる方は、その服と同じような服を着ている人を見たら、あ、消防団の人だなってわかると思います。ドラマは、日本のネットフリックスで見れます。元は小説なので、小説が好きな人は小説を読んでも面白いかもしれません。ドラマと同じ、はやぶさ消防団というタイトルの小説です。で、今、ロサンゼルスで起きている山火事が世界的なニュースになっていると思います。もしこれを聞いている人で、被害に遭われた方がいたら、お見舞いを申し上げます。街が消失してしまうレベルの山火事なんで、想像を超えちゃってるんですけれども、そこでどれだけ大変な思いをしているんだろうと思うと、心が痛みます。それに比べて、こっちは規模が全く違います。山の上がちょっと燃えている感じです。民家に燃え移る心配はない感じです。それなのになかなか消えないんですね。今日がもう3日目。ずっとヘリコプターが飛んでいる音がするけど消えてないです。2年前ぐらいにもこの辺で山火事があったそうで、その時も10日ぐらいかかったと聞きました。で、飛んでいるヘリコプターを見ると、その機体の下に水を入れる入れ物がぶら下がっていて、それをその火というか火が私が見てた時は見えなかったので、煙の場所にかける。で、入れ物が空になるので、また水を入れに行くっていうのを繰り返している感じです。水は近くの湖とダムの水を使っているみたいです。で、その湖とかの上でヘリコプターがホバリングって言って空中に止まっているような状態で入れ物だけ水の中に入れて、で、その中に水が入ったらそれを引き上げてまた出発するみたいな感じです。で、聞いたところによると、自衛隊のヘリコプター4機と、あと東京と静岡から1機ずつヘリコプターが来てくれているみたいです。飛行機は1機、2機って数えます。自衛隊というのは日本の軍隊の名前です。昨日、消火活動しているヘリの動画を撮ってきました。今度の日曜日に、ポッドキャストじゃない方の YouTube チャンネルにアップするので、もし、興味があったらぜひ見てみてください。対岸の火事という言葉ご存知でしょうか？対は反対の対。岸は岸という漢字です。これは川を挟んだ反対側で起きている火事という意味です。つまり、川の向こうの火事なので、こっち側には飛び火してこないんです。だから安心して人事として眺めていられる火事という意味です。対岸の火事という表現で何かを人事として捉えているという意味になります。人事は他人事と漢字で書きます。例えば、どこどこの国の金融危機は対岸の火事ではない。我が国も対策を練っていかないというような場面で使います。今回、割と近くで
山火事が起きて、ずっとヘリコプターが飛んでいる音がしていて、山火事というものは対岸の火事じゃないなっていうふうに感じました。日本は国土の7割が森林です。国土というのは国の土地のことです。で、7割が森林ということは山火事も多いのかなと思って、日本の山火事についてちょっと調べてみました。直近5年のデータで見ると、1年間に山火事は約1300件発生しているそうです。直近というのは、今の時点からすぐ近く、最も近いという意味です。なので、直近5年というのは、ここ5年ということです。で、直近5年の1年間で山火事で焼けた面積は、日本全体で約700ヘクタールだそうです。1ヘクタールというのは、100メートル ×100 メートルの面積、つまり1万平方メートルです。ちょっとね、数字を聞いてもわかりにくいかなとは、思います。で、ロサンゼルスでの焼けてしまった面積は、6日前のニュースで1万6000ヘクタールって書いてありました。ちょっと最新のニュースで検索したんですけど、よくわからなくって、6日前の数字なんですけど、その時点で、日本で山火事で1年間で燃えてしまう焼失面積の22倍あったんですね。で、まだ、燃えてるわけですから、ロサンゼルスでは、本当にとんでもない規模なんだなっていうことが、わかります。で、対岸の火事以外に、もう一つ、紹介したい言葉があります。やじ馬です。今回、私はその山火事の動画を撮りに行ったんですけど、そういうのをやじ馬と言います。やじ馬っていうのは、自分とは関係のない事件とか喧嘩とかの騒ぎをわざわざ見に行くことです。見に行って何か手伝いをしたりとかするわけじゃありません。ただ見に行くだけなんで邪魔なことが多いです。なんで今回私はやじ馬根性丸出しで見に行ったんで絶対邪魔になっちゃいけないなって思っていました。でも行ってみたら山の上の火事なので下の道路から見ている限り邪魔になりようがなかったです。ただ、わざわざ見に行くという行為自体がすごく、やじ馬根性丸出しっていう感じがしました。やじ馬根性丸出しっていうのはよくまとまりで使われるんですけど、根性というのは根本的な性格とか性質のことです。表面に出ている性格というより、その人の根っこにある部分の性格です。で、例えば、根性がある人って言ったら、諦めないで頑張れる人です。で、根性がない人は、すぐ諦めたり、弱音を吐きます。で、根性が悪い人とか、根性が曲がった人というと、すごく意地悪な、性格の悪い人のことです。で、よく考えてみると、根性がいい人とか、根性が優しい人という表現はしないです。その場合は普通に性格がいいとか言いますね。丸出しというのは全部出すということです。なので、やじ馬根性丸出しというのは、やじ馬のような性格を全部出し切って、恥ずかしげもなく見に行ったりすることを言います。なんで、これは、人に向かって、そんなやじ馬根性丸出しのことをしたんですね。なんてのは、言わない方がいいです。
自分の行動に対して言うことですね。そう。っていうのも、私自身もね、わざわざ見に行ったことがちょっと恥ずかしいんです。でも、動画にしたいなと思ってつい言っちゃいました。こういうネタになることなら何でもしちゃうような人間にはなりたくないんですけども、もしかしたらだんだんそういう風になってきてるのかなっていう風にちょっとね、感じています。で、そんなわけで今回行って、動画を撮ったのは、広い駐車場でした。そこから撮った動画がこのポッドキャストの画面上に出てると思います。で、運転してたらですね、広い駐車場が見えて、そこには火事を見に来ている人とか、テレビっぽい感じの車も止まっていたんで、ここなら邪魔にならないかなと思ってそこにしました。お葬式の会場っていうか、お葬式をするような施設の駐車場で、駐車場係の人もいたんですけども、車を止めても何も言われなかったです。かなり広い駐車場っていうこともあったと思います。で、そのお葬式の会場で働いているような感じの、その黒いスーツを、着た人たちも外で、消火活動を見てました。そこからはね、本当に角度的に、山火事の現場がよく見えました。で、火は見えなかったんですけど、煙が上がっている場所が何箇所かあって、で、何回も何回もヘリが飛んできては、煙が上がっている場所に水をかけてました。で、水って結局一回ザバーってやるともうヘリコプターの積んでる水は空になっちゃうので、また水を汲みに行くわけですよね。なんでヘリコプターが一機飛んできては水をザバーってしてまたすぐ飛んでいく。で、また次のがバババババババってきてはザバーって飛んでいく。それをずっと繰り返してるんです。なんかこうやってね、頑張って消してくれてるんだなっていうふうに感動しました。消防士って本当に危険な仕事ですよね。で、そういうのをこうやってやってくれる人がいるから、私のような一般人がのほほんとそれを見ていられるんだなっていうふうに思いました。のほほんとしているっていうのは、のんびりしているとか、何もね、考えてないみたいな感じです。結構ね、面白い響きの言葉じゃないですか。で、そんな感じで1時間ぐらい見て、撮影して帰ってきたんですけど、その帰りに、スーパーに寄りました。で、買い物して出てきて空を見たら、やっぱりちょっと火事の煙で少し霞んでる感じがあったんですね。もちろんね、体に悪いとか、そんなひどいものではないです。ただ、風下だったんで、多少なんかこっち側の方に来てるなっていう感じがしました。で、山火事が起きているのにね、で、また思ったんですけど、山火事が起きているのに、スーパーなんかでね、のほほんと買い物していられるのも、消してくれている人たちがいるからだなっていうふうに感じました。ね、こういう仕事をしてくれている人は本当に偉いと思います。もちろんね、どんな仕事も大事だと思うんですけど、火事は本当に危ないですからね。で、今日の消火活動も多分暗くなるまで続くんじゃないかなっていうふうに思います。早く収まるといいなっていうふうに思っています。はい。では、今日のポッドキャストはここまでです。もし、聞きたいテーマとかあったら、ぜひコメントで教えてください。すぐにそのテーマで作れるとは限らないんですけども、いつかね、作れるようにずっと頭の中で温めておきたいと思います。なんか
テーマを見てパッて書ける時と、ちょっと時間がかかる時があって、本当に不思議だなと思うんですけど、とりあえずもしよかったらコメントでリクエストをください。では最後に一つ宣伝です。日本語の発音を良くしたいと思っている方のためにサブスクのコースを作っています。発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションについて学んで、それを実際に自分が話すときに応用していこうというコースです。Pronunciation Challenge といって、皆さんの発音がどうなのか、私がチェックするイベントも毎月やっていますので、自然な日本語を話したいと思っている方は、ぜひチェックしてみてください。ただ、このコースは動画のコースなんですけれども、今のところ英語での説明の動画しかないんですね。で、早いうちに日本語のものも追加したいと思っているので、英語じゃちょっとなという方は、少し待っていてください。はい。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、ぜひ良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。それでは、またね。